長荒木社長、北川さんよろしくお願いいたします。大安利県の出森と申します。おはようございます。お願いします。荒木エコマシンの荒木と木川と申します。お願いします。僕大好きな SR とか来てるので、すごいいいなと思ってまして。ありがとうございます。で、ここ切ってね。じゃあみたいな。ここもカットで。これ使ってる？ここ切ってる。ちょっとピストンもどうにか作ってくれみたいな話。そうですか。僕も実はちょっと持ってきてるんですけど。いいですかね。いいですよ全然。SR ターボにしたら、まあ点火時期のあれもあって、ここが割れたんですよ。リング下が。でこれほぼ車と同じサイズなんで作ってもらえないかな。もういいですよ全然問題ないですよ。SR いくらでも作ってるんでデータがあるんで、問題はローコンプにする？これねもともと 8.5 なんですよ。だからまあ 8.5 やったら構わんな。まあここ真っ平らにしてもまあ8ぐらいになるぐらいですかね。で結構ハイコンプにするとこういう現象が起きるらしくて、ワイセコの単図を使うと、まあ、起きない、ほんまは点火時期遅らせないとダメなんですけど、だからこれは作れるんで別に。そうですか。じゃあ見積もり棒はこれで一緒でいい？一応そうですね。棒はこれで一緒でいい？分かったはい分かった。SR は何回も作ってるから。このノートも一緒やな。はい。裏側ね結構焼けてません？こんなもんですか？いや結構焼けてる。でこれがキャブ車から外してる。普通の条件のやつに。ちょっと本当に温度が上がってるなっていうのが見えた。オイルジェットちょっと加工して追加しようかなと。ターボだからね確かにやった方がいいけど、ちょっとやっぱり年長がまあそれ適当ですよ。ちょっと今から合わせます。ちょっと年長が薄いのかなっていう気はするな。言ってもそんなに焼けて高温になってる感じはせんよね。こんな感じにならんけんな実際。まあこっちはカーボン感じるけど、こっちはねえ松本さんこんな感じじゃねえな。ターボで薄すぎたらなもう表面がもうこう煮えたようになるからこれ煮えてるみたいになるからなんなんだろうなここが割れる。デトネではないという。いやまあ点火時期ちゃんと合わせたら治ると思いますけど、圧縮圧力がすごく上がってるんで点火を遅らさないと。ちょっとピンハイがちょっと薄いね。ピンハイってどうですか？ここからここまでがピンハイって言ってるけどピンハイがちょっと薄いからどうしてもリングは 1.5 とかですか？何本 1.2 これもうちょっと薄いよ。だけど点火時期はすごく関連性はあると思う。はい。お世話になります。いや分かると思います。それ見てわかるんですか？ピストンで。すごい。これね散々やったことあるんですよ。あったね SR な昔にね。SR いっぱいやったもんな。やった。だから今頼んでるクランクもそうですから。なるほど。これをどうされるんですか？そう割れとるじゃろ。うん。でターボでやって割れたんで割れないようにできますかっていう話なんだ。まあ点火時期はまあちゃんと合わせにしてね。なるほどね。強度的にまあ鋳物だから単純にするだけでだいぶね強度が強くなるし。あとはもうラウンドセカンドラウンドをどんだけ厚く取るかですよね。ならもう厚みがこう増えることによって強度も上がるという。セカンドラウンドってこの部分。そう。トップとセカンドの間です。そうです。そこ取ったらいいんですか？そう、ここを増やせばこのたわみが減るじゃないですか。ああそうですね。肉厚が増える分。それまあ単純な話ですよね。ここ割れたからここ幅広げようよってやると。そう。はい。そうです。厚みを増やすという。なんでそのピンハイが薄いっていうのはそういうことなんですね。そう。ピンハイが薄いのでトップはやっぱりターボだからトップ残したいんで、そこはどうかなっていうのを思ったけどな。バルブを大きくしたりするとここのバルブが大きくなるじゃないですかリセスが。でこうトップリングのところに寄ってくるんで、もうトップラウンドを一生懸命ターボのやつは取っていくんですよ。でももうこの場合も完全にはセカンドラウンドが棚落ちしてるんで、もうここを増やすしかないですよね。でここのサードラウンドのところが少しあるんでこれも減らすし、あとリングはまあターボなんでそんなに薄いものは使いたくないですよね。じゃあターボ用の
そういう設計があるんですね。全部一緒だと思ってた僕。一応カロリーが高いんで、そうそう熱を引きを良くするために、はいピストンリングからシリンダーの方にこう熱を引くパターンになるんで、まあ、熱い方が絶対に有利ちょっとでも接触するね。ああそうなんですね。有利ですからね。あともうターボにするんだったらピストンを重たくした方がいい。熱比熱があるんで容積を上げた方がいいから、は容積を上げてくればな。うん変わってくると思います。でももうオイルリングはもう下げればもうちょっと下げれる。もう 0.51 ミリ弱、チビにいける。もうここのところはペランペランでもいいんで、でな破れてもいい。破れない方がいい。破れない程度でペランペランでいけばいいんで、少しでも下げてね。もうちょっといけるな。いけます今のトップラウンドをそのままに戻してセカンドラウンドだけ広げてもできるし。すごいっすね。すげえ。ぐらいですかね。じゃあ壊れないピストンができる。だいぶこの強度的には変わってくると思いますよ。感動だもんな。そうそうそう。まあ単動なんで。電式でも一緒なの？これちょっと古いやつなんですけど。あでも変わってないんか。そうですね。400と500で違うだけでね、は頭の形状が。い。はなんかリセスがちょっと違う？い。じゃあ同じ同じっす。なんか重さ測ったらこっちの方が軽かったんですよ。なんかしなんけど。ぐらいそっちの方がなんかカーボンついてる分ちょっと重さ。重そうやのに。こっちの年式の新品測ったらこいつより重たくて。じゃあそしたら完璧じゃないですか。めっちゃ嬉しい。そうですね。あとピストンキーなんかでも400のが長いんで、500のピストンキー使うともう短くなるんで。そうなんですか？はい。少し軽くなる知ってました？知らんよ。わからないですそんな。ちょっと軽量化もできるってちょっともうあでもね、この辺さっき社長が言われた通りこう肉つけていくんで。あ。はいはい。ピストンを重たくしてその分ね。そうそうそう。でもピストンピンは鉄とアルミで比重が全然違うんで、はいかなりまあちょっと肉増したとしても数グラムですね。そうすごく有利だと思うんですよ。ピストンピンが短くなると。ピストンもあるよな。あります。20ピンですからね。あとボアは何本か上げるの？ボアはとりあえずはまあ今のままで、ノーマルで今それ削れてるはない。でも SR バラしたらなんかちょっと100分の何膨らんでるんですよ上が。あれ熱歪みなのか摩耗じゃなさそうなんですけどね。なんじゃ2台ぐらいしかバラしてないんですけど、2台測って2台ともなんかちょっとこう上がちょっとストンってなってないんですよ。広がってる。そう。もう単純にリンガ通ったところの摩耗じゃない。であれでも100分の2、3いっとったんじゃないかまあぐらいはいきます、な。いきますか。行くし逆にクロスハッチも残ってたからそんな摩耗するのかなとちょっと思ったんですけど。爪で分かるんで、はいこうずっとこう下で爪でやってもらったら、は段がついてたらもううちの山ちゃんが言ってるようにあー摩耗だと思うし、はいそこに段がついてなかったら、はもしかしたらフラマしとるかもしれないけど、まあ、でも難しいもんな逆に。絡ます必要はないですよね。うんはいまあとりあえずはノーマルボアで、なるほど。はい行こうかなと。上げるとしたらまあ数ミリはいけるんですよ。90杯ぐらいまではいけた。結構いけるよな。スリーブ変えれば結構いける。ああ、それはスリーブ変えれば90何といきますいっちゃいますね。ね大体もう88だから89、88.5うんですよね。ねオーバーサイズの方が今のへたったシリンダーでも使えるんで、まあ逆に汎用性高いかもしれないですけど100何本って言われれば別にもうあれだろ普通でやってもあいくつだけやる必要ないんじゃないですね。ああ、合い口ちょっと狭くする。ですだから一応定価で言うと1本そんな安く？いや別に普通定価うちは定価ない普通は本当はこれこういうこと持ってこってもらったら基本的にはその設計費がいるんだけど、まあ、SR は結構やったことがあるからでまあこれから渡辺さんとこのことをしてもらいたいからそのぐらいで全然ないのでそれうまくケースで出しますのでうまくいったらまあ SR はターボ量産されるらしいでイベントでお会いさせていただいてでオートバイもやられててその SR のターボやられてて面白いねって話があってで SR のその鑑識クラッチをやられてるんよでちょうど僕その時にちょうどよそから RZ の鑑識クラッチできないかって話もあったんでこれちょっとお話をさせてもらってなんかできないのみたいな話をしてちょっと今度オートバイのやつをうちもやってみたかったんで何かできないかなって言って SR の今クランクをちょっと今見積もりはしてもらってる SR のロングストロークがあったからあれをちょっと一回復活させてみたら560560 560。あでも500を変えると700cc ぐらいなのかな一回作ったらピストンいやでもなんかピストンがめちゃくちゃでかかったよ。100超えとったからな。なんか作ったことあるなドカティじゃないですか。まあ、外があるな、一回。もうサッドギリギリってことですか。動かす。
いやもうギリギリなんですか。動かすギリギリだと思う、そんなの作ったよな、なんか書いてあったり690何 cc とか書いてあった図面にすげえのが来たな。あれバランサーないですからね、500超えたら結構振動ありますよね、ありますよね。だからキャブの口径振動の限界で決めたんちゃうかな人間が不快に感じる耐えられる限界で決めたんちゃうかなっていう感じ。だからまあその辺もあってちょっとあそこら辺開発したいのと、まあおそらくでもフライホイールを重たくしたら大丈夫だと思うんで、フライホイールをうちの前つけた重たいやつやってと、ちょっとオートバイの世界もやってみたくてちょっと今話をして、でトップリーチなんかも作れるって話があるんで、この間ちょっと特集でトップリーチ作ってあげたことがあるんよ。CBX1000 を作ったんだけど、トップリーチも作れたら面白いなって話で、じゃあやらさせていただきます。頼むかなと思って、まあオートバイとか車とか分かるから、でちょっと何ができるかなみたいな話で、ちょっとそれでお話をしたいところなんで。クランクちょっとぜひやらせていただきたいので、これでもガスケットが出してそのままなんですか？ノーマルにブーストかけてみて、この付きキットで売りたいんで、なるべくノーマルにしたいんです。圧縮比低かったですからね。8.5ちょうどいいかもしれないですね。言われる通りですね。今聞いて、ああなるほどなと思いながら、そういう使い方だったらそのままいけるわな。調べていったら空冷の車種って絶対圧縮低いんですよ。で水冷になった瞬間10超えるんですよ。空冷のバイクはターボにできるっていうポン付けの。空冷はやっぱり言ってもノッキング起こるんだよね。なんでかわかんないです。あれってどうなんですかね。圧縮上げたら排ガスきれいになるとかあるんですかね。当然効率は良くなる。効率は良くなるからな。でもどうせここまで変えるんだって、もしあれやったらやっぱりそのメタルかなんかの薄いガスケットとかを売れば、逆にその言い方は悪いけども相乗効果で売れる可能性は高いですね。どうせターボまでされるんで、そのままつきますよも OK だけど、やっぱりターボだから、まあ、メタルガスケットじゃないとみたいな。そうですね。やっぱりせっかく売れるんだったらな、一緒に売ったらいいよね。人と違うものを作りたいっていう人のためにピストンのヘッド頭の形状を変えて、逆に分厚いガスケットああそうですね。そうだよね。面白いかもしれない。ガスケット高くもしできるんだったらもう少し数字も稼げるから上にいける可能性があるよね。1ミリでも上がればね。そうですね。ここの強度的に強度的に良くなるし、そういうのもまあ売りにしていけばいいですよね。単層ピストンを使ってみたいな話に。ステップアップとしてピストンも入れますよと。でも基本ポン付けっていうとボアアップするより手軽なんで、新しいバイクはね、なんかヘッドの中オイルをこう迷走してから出るようになってるんですけど、SR はそうなってないんですよ。なんかちょっとでも熱をそう排気ポートの周りとかこう迷走してからこう。だから SR やこうやっぱり今言われたように、おそらく空冷のエンジンってやっぱりヒートスポットができてすごい熱が上がることがあるんだと思うんですよ。でそれがあるから圧縮比上げてるとやっぱりそのノッキング、やっぱり異常燃焼というか早期着火が起こってしまうかなという気はするよね。だからやっぱり圧縮比上げてると余計もうめっちゃ温度上がるからね、圧縮比で。ああそうですね。温度の安定と偏りとか、ヒートスポットができやすいっていうのがあるっすね。まあそこら辺よく考えても逆にそこまでやるんだったらもうそれはもうセットでコンプリートやってしまえでもいいかもしれない。話は早いかもしれない。プチョンじゃなくてもこれで回すんだったらこのピストンっていうもう圧縮比も計算してるんだってやつやれば、このヘッドってスキッシュないですね。あれあんまりええことじゃないと思うんですけど、そうよね。もっと卵型の方がいいと思う。本当はね、スキッシュがあれば、でももう燃焼室がでもスキッシュが作れるようになってないんだろう。なってない。もうこんなんボアアップしたらその分がスキッシュになるかもしれない。あそうか。3級整備士の教科書に出てくるような燃焼室。まあタワーにするわけだから別にスキッシュがノーでも、まあ、パワーは上がっていくんで、それはそっちで出していけば構わん話だから。けどさっきもちょっと言ったみたいにやっぱ空冷のシリンダーって絶対やっぱり僕が沈んでるんじゃないかと思うんですよ。そうですね。その熱量、そこの対策で、まあ広がっているっていうのはそれもやっぱり影響あるかもしれないですね。だからまあインジェクションでやるんだったらまあ、排ガスの問題もあるんだけど、ちょっと濃くするからな。タオルはそうですよ。びちゃびちゃにびちゃびちゃに拭いちゃえば濃くすれば濃くしただけ冷却にはなるんで、それを少しやって途中とかもしコンピューターで全部できるんだったら逆にノロノロ運転とか、渋滞時は逆にちょっと濃くするような形のあれなんかはいいかもしれないね。薄くなったらほんまに温度が上がるんでね、多分は。
とかもう昔のユーリアンの電化式キック蹴る前に下げといてあれミスったら2つになるんじゃん。何そこはもうプロだからいくらでもそのコンピューターでできるいやいやあえて自分で電化式が最適を出して乗ってくれみたいな進化ここがもう電子的にスローポジになってて電化時期を選べる昔のレーサーじゃないですか電気レバーですよ、電気レバー。まあターボはでも単車でバックタービン鳴らすとやっぱ嬉しいっすよ。もうターボ以外乗りたくないです無駄にダッシュしてしまう。ちょっとこれはどんだけ馬力出るか、ポン付きキット発売した後に馬力チャレンジもやってみたいんですけど、目指せ100馬力で。